皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は東京グルメ散歩シリーズです。この東京グルメ散歩シリーズは東京の神社仏閣巡りや庭園巡りをしながら街の雰囲気を感じつつ食べ歩きを楽しむ内容になっています。そして今回は月島グルメ散歩のご紹介です。このグルメ散歩では月島駅からスタートし、月島もんじゃストリートで食べ歩きを楽しみ、佃島まで足を伸ばして佃公園で隅田川を見ながらのんびり過ごし、住吉神社老舗佃煮屋さんに立ち寄り、さらに足を伸ばして越中島の方へ行き、重要文化財の明治丸の見学へ。見学したら月島へ戻り、月島名物の手土産を買って月島駅に帰るルートになっています。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。スタート地点は月島駅7番出口です。7番出口を出ると目の前には月島西中通り商店街があります。ちょうどお昼時だったので早速腹ごしらえ。目的のお店はこの通りをまっすぐ行った先にあります。中通りを歩いている最中に今回歩く月島、佃島、越中島について簡単にご紹介すると、この辺りは隅田川を挟み築地の対岸に位置しています。築地へは隅田川に架かる佃大橋を渡った先にあるので、この散歩コースにプラスして築島に行くなんてこともできる立地です。また佃島は地名からお気づきの方もいるかと思いますが、佃煮の発祥の場所でもあります。そして月島は隣接する豊洲や勝どきなど高層ビルが立ち並ぶオフィス街とは対照的に下町風情の残る場所でもあるんですよ。歩いていると目的のお店が見えてきました。月島もんじゃ麦。月島に来たらやっぱりもんじゃは外せませんよね。月島の数あるもんじゃ屋の中でこちらに来た理由は、私の好物の納豆が入ったもんじゃがあると聞いたから。キムチ納豆チーズもんじゃを発見。そして明太子餅チーズもんじゃも外せませんね。もんじゃを注文したらとりあえず乾杯してもんじゃを待ちます。最初に出していただいたのは明太子餅チーズもんじゃ。こちらは夫が焼いてくれましたが、だし汁が具と一緒にこぼれてしまいました。具だけ焼くのって難しいですよね。そんなこんなで焼けてきました。端の焦げ始めたところをフライングで一口。ど定番の明太子餅チーズは当たり前に美味しくて、食べ終わると目当ての納豆キムチが登場です。こちらは私が焼くことにしましたよ。早速だし汁をこぼしました。お店の焼き方の紙を見ながらなんとか焼いてみたところ、なかなかうまく焼けましたよ。土手は丸より作りやすかった四角形です。面積が広くなったせいか溢れ出にくくなってますかね。まただし汁は数回に分けて入れてみましたよ。火を入れながらだし汁を入れているのでさらにこぼれにくくなりました。なかなか上出来ですよね。何度ももんじゃを焼いたことがありますが、初めて焼き方のコツをつかんだ気がします。そして肝心の味ですが、納豆とキムチそのまんまで納豆好き
キムチ好きにはたまらないもんじゃです。美味しくいただきました。もんじゃを食べてお腹が膨れましたが、デザートは別腹ですよね。ということでアニメルソへ。こちらのお店はチョコレート屋さんなのですが、ジェラートやクレープを売っているのです。今回はジェラートではなくクレープを食べることに。どれも美味しそうで迷ってしまいますね。そして購入したのはこちら、バナナシュレショコラ。めちゃくちゃ美味しそう。ベンチがあったので座っていただくことに。夫と分け合って食べましたよ。甘党の夫が8割ほどペロリと食べていましたけどね。バナナは中にも入っていて、バナナクレープを存分に堪能していました。胸焼けせず美味しかったですよ。もう一つおすすめのデザートがこちら、月島久栄。こちらはメロンパン屋さんです。常に焼きたてが店頭販売されています。下げてしまったメロンパンはラスクとなって再度店頭に並ぶので、メロンパンとラスクを買ってみるのもいいかもしれませんね。私たちは後で食べようとメロンパンを1個買いましたよ。食べるのが楽しみ。次に向かったのはコーヒー豆屋のライブコーヒー。先ほどのユニベルソの隣ブロックにあります。こちらのお店は店の外からでもお分かりの通り、たくさんの種類のコーヒー豆を揃えており、私たちは酸味のあるエチオピアモカを購入しました。かなりお得に買えるのでまた来ます。落ち着いてメロンパンを楽しむために次に向かったのは佃公園。夫とはこの公園に来るのは4度目。私たちの散歩コースの一つになっています。公園内はツツジがきれいに咲いていましたよ。とても気持ちのいい時期ですね。佃公園は隅田川に隣接していて、ここのベンチに座り隅田川と佃大橋を眺めるのがなんとも気持ちがいいんです。さて、持参したアイスコーヒーと一緒に先ほど買ったお楽しみのメロンパンをいただきます。メロンパンは表面がクッキーみたいでサクサク、また砂糖は少なめで上品な甘さ、中はしっとりしているのでとっても美味しかったです。さて、一休憩したら住吉神社へ。佃公園から歩いて 2,3 分ほどの場所にあります。佃島と今から向かう住吉神社は徳川家康と深い関係があるんですよ。織田信長が討たれた本能寺の変が起きた直後は、家康は堺に降り襲われる可能性がありました。三河へ逃げる途中、船がなくて困っていた時に手持ち船や漁船を出して手助けしてくれたのが現在の大阪摂津国佃村の漁民だったそう。その後、家康は江戸幕府を開くと佃村の漁民を33人呼び寄せ土地を与え、故郷の佃村にちなみ佃島と名付けたのだそう。移住してきた際に摂津の住吉社の分御霊を祀って住吉神社が創建されたそうです。場所柄海上安全、渡航安全の神社として信仰されています。また33人は江戸城内の台所を賄うことで特別に漁業権を与えられたそうですよ。面白い歴史がありましたね。
ちなみにこの鳥居の扁額は陶器なんですよ。珍しいですよね。明治15年有栖川の高仁親王の筆によるものだそう。境内の中は常に誰かが参拝に来られていましたが、とても静かで爽やかな空気が流れる心地よい空間でした。藤棚もあり、きれいに咲いていましたよ。ひときわ大きな木もあり、鳥が集まっていました。鳥の鳴き声がさらに心地よくさせてくれます。また境内には見どころがいくつもあって、レンガ造りの建物があるので行ってみると、こちらは神輿蔵だそうですよ。レンガはイギリス積みという積み方とのことでした。積み方にもいろいろとあるんですね。また境内には藤の花だけでなく、他にもアジサイなんかの木があったので、季節を変えて訪れても綺麗な花を楽しめるかもしれません。またこちらは龍神社です。出世の神様だそうで、その年の最初の辰の日にのみ頒布される特別なお守りがあるんだとか。お参りを済ませたので御朱印をいただきました。散歩のいい思い出ができましたね。住吉神社への参拝を終えたら隅田川沿いへ行き、自宅でも今日の散歩の思い出を楽しむために佃煮を買って帰ることに。佃煮発祥の場所ということもあり、佃煮屋さんが立ち並んでいます。それぞれ甘さやしょっぱさなどの違いがあるので、少しずつ買って食べ比べるなんていうのも面白いかもしれませんね。ただ今回は天安本店へ。こちらのお店は1837年天保8年に創業した老舗の佃煮屋さんです。創業当時からの製法を守り続けているそうですよ。ここの佃煮は甘さとしょっぱさのバランスがとても良くて私たち好みです。今回はあさり、コウナゴ、葉唐辛子、イカあられ、エビの春の5種盛りを購入しました。たまに夫にお弁当を持たせることがあるので、お弁当にもいいですね。また土曜日だけ売っているというこちらの葉唐辛子を練り込んだパンがあったので、合わせて購入してみましたよ。茅場町にあるヒグというパン屋さんが作っているそう。後ほどご紹介しますね。さてお土産を買ったら次に向かうのは、ちょっと足を伸ばして相生橋を渡り、東京海洋大学明治丸海事ミュージアムへ。隅田川に架かる橋を歩いていると風が気持ちがいいです。実は隅田川沿いを散歩するたびにこの船が気になってはいたのですが、なかなか入る勇気がなかったので、今回思い切って行ってみることにしました。船は海洋大学の敷地内にあるので、正門を通って中へ。
久しぶりの大学の敷地内に入るので、なんだか学生時代を思い出してドキドキしちゃいます。さて、今回見学する船は明治丸という船で、日本で初めて船で重要文化財に指定されています。見学は明治丸と明治丸記念館を見ることができますが、明治丸の見学は案内人の方がついてご説明いただきながら見学する方式になっています。なお案内時間は決まっています。そのことを知らずに来てしまった私たちですが、他にも見学されたい方がいらっしゃって柔軟に案内をしていただきました。思っていた以上に見学する人が多くて、何組か他の案内グループとすれ違うほどです。そしてこの見学、結論から言うとすごい面白かったんですよ。案内人は海洋大学の OB の方による説明だったので、船の歴史だけでなく船乗り視点での説明もあり、40分ほどの案内時間が本当にあっという間に終わってしまう面白さがありました。もちろん船自体の歴史も興味深くて、明治丸は1874年明治7年に就航し、豪華な東大巡回船として活躍しました。この船尾の飾りからも豪華さがお分かりいただけるかと思います。そして中もとても豪華でびっくり。明治天皇も乗船されたことがあり、そのお部屋も見学することができましたよ。上等船室も見せていただきましたが、明治天皇のお部屋は比べ物にならないほど豪華でした。巡回船なのになぜ豪華にする必要があったのかなど気になるところですよね。その理由と明治天皇のお部屋は訪れた際の楽しみにされてみてくださいね。また個人的に印象的だったことの一つがこちら。電車の椅子で背もたれを変えられる椅子がありますが、この明治丸が元祖だそう。あとは7月に海の日という祝日がありますが、なんとこの船と関係がありました。また今ご覧いただいている建物は明治丸記念館で、この建物からも明治丸を見ることができますし、展示自体もかっこよくていろいろと見て回りましたよ。こちら相当見応えがあり楽しめる場所なのですが、なんと入場料無料でさらに驚きました。ぜひ足を伸ばしてご覧になってみてくださいね。明治丸ミュージアムを見学したら、そろそろ散歩も終盤ですが、月島と言ったらやっぱりもんじゃの他に外せない店がありますよね。それが肉の高砂。有楽町線沿線の駅に看板が出ているので見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。看板は焼き豚の写真が写っていますが、私たちがおすすめしたいのはローストビーフ。ここのローストビーフ絶品なんですよ。ちょっと奮発しなきゃねというお値段ではあるのですが、やっぱり食べたくなってしまうんです。また熱々の揚げ物も美味しそうってことで、ローストビーフの他にコロッケと塩メンチカツも買っちゃいました。右がコロッケで左が塩メンチカツ、まだ熱々です。わー、うんまー。サクサクでじゃがいもと肉の甘みが美味しいです。そしてこちらが塩メンチカツ。メンチカツの概念が変わる肉感、ぶっ飛ぶうまさです。そしてローストビーフは今夜の夕食のおかずに。葉唐辛子の入ったパンもいただきます。こちらのローストビーフは口の中に入れると体温で油が溶けていき、とろける美味しさなんですよ。
さすがに食べきれなかったので、次の日の朝ごはんにアボカドサンドにしていただきました。そしてこちらのパンは葉唐辛子の辛みがパンの風味と合ってとっても美味しいお酒によく合うパンです。さて散歩に戻り、肉の高砂の目の前の通りを行くと月島駅4番出口がありますので、今回の月島グルメ散歩はこれでおしまいです。月島はグルメ見どころがたくさんあるので、グルメ散歩にぴったりの場所になっています。ぜひ皆様も遊びに行かれてみてくださいね。この動画が少しでもお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。